数字で見る工藤会。かつて九州の闇に君臨し、警察ですら手を出しかねた最強の武闘派組織工藤会。その絶対的トップ野村悟被告が突きつけられたのは死刑判決以上の非常な現実でした。3月、突如として報じられた総裁の引退。しかしその裏側にあったのは任侠の美学などではなく、1円単位まで計算し尽くされた冷徹なそろばん勘定です。1億6000万円を超える確定賠償金、2度にわたる親族所有地の入札不調、そして神戸山口組の組長邸を8の数字で埋め尽くして落札した謎の中華系資本の影。なぜ1000万円まで値を下げても工藤会の土地は誰にも買われないのか。なぜあれほど強大だった組織がトップへの差し入れすら打ち切る事態に追い込まれたのか。今日は表に出ることのない数字という冷徹なファクトから工藤会崩壊の真実と日本の裏社会を侵食する新たな勢力の正体に迫ります。1、組織規模の激減人的リソースの枯渇。かつて九州最大最強を誇った軍団はわずか15年でその規模を約4分の1にまで縮小させています。全盛期の勢力2008年頃、約1210名構成員約610名、準構成員約600名。最新の勢力2023年末、約290名構成員約160名、準構成員約130名。減少率約 76% 減。壊滅の起点、2014年9月の頂上作戦以降、組幹部らの相次ぐ逮捕と組員の離脱が加速。2021年には本部事務所北九州市小倉北区が解体されました。2、経済的包囲網賠償金と資金源の遮断。工藤会の最大の特徴は市民や民間企業を標的にした資金獲得活動にありました。しかし現在はその過去の対価として巨額の支払いに追われています。損害賠償法的支払い確定及び請求額。被害者側が暴力団対策法の代表者責任を問い、野村被告らに求めている賠償額は合計で数億円規模に上ります。建設会社会長射殺事件合計3850万円。2025年6月、最高裁で確定。元警部銃撃事件約1620万円確定済み。看護師死傷事件約6150万円確定済み。歯科医師死傷事件約4820万円確定済み。みかじめ料返還等約1450万円提訴中。2024年10月、合計確定額、すでに主要4事件だけで約1億6440万円の賠償責任が確定しています。資産の喪失、本部事務所の売却跡地は民間企業に約1億円で売却されましたが、その大半は事件の賠償金や高速効果税金の支払いに充てられました。親族所有地の競売。2026年3月の再競売では基準価格を約1079万円まで下げましたが、入札者は現れず不調に終わっています。3、上納金システムの崩壊。工藤会を支えていたのは三角民員からトップへ流れる厳格なピラミッド型の集金構造でした。推定される上納金額全盛期、直系組長約60名は毎月数十万円の上納を義務付けられていたとされ、総裁会長クラスには年間数億円単位の現金が集中していたと分析されています。現在の状況。2014年の野村被告逮捕時、自宅から約2000万円の現金が押収されましたが、現在の組織運営において面会や差し入れの打ち切りが決まった背景には、こうした月数100万円単位に及ぶ維持費を組織が捻出できなくなった経済的限界があります。4、司法の数字極刑と重罰。日本の暴力団史上類を見ない厳しい判決が下されています。死刑判決。2021年8月、一審の福岡地裁は野村被告に対し暴力団トップとして初めて死刑を言い渡しました。2審は無期懲役、現在上告中。公判数頂上作戦以降、工藤会関連の公判は数百回を超え、北九州地区の治安維持にかかる警察の予算暴力団対策費は年間十数億円規模に達しています。美学か限界か。工藤会を数字で見る限り、現在の引退劇は美学によるものではなく、1.6 億円を超える確定賠償金と激減した組員約290名による経済的支えの限界という、極めてドライなそろばん勘定の結果であると言えます。数字は、この巨大組織が持続不可能サステナブルではないな段階に達したことを如実に物語っています。5、神戸山口組との比較。工藤会が直面している1000万円台の入札不調という現実は、組織のブランドがもはや恐怖の象徴ですらなく、投資対象として価値がゼロ、あるいはマイナスであるという非常な評価を下されたことを意味します。一方で、神戸山口組の井上組長邸に突きつけられた8088万8888円という落札額は、日本の裏社会におけるパワーバランスが劇的に変化していることを示す衝撃的な数字です。6、数字の意味。この8が並ぶ数字には明確な意図が込められています。中国語の発財に通じる縁起を担ぐと同時に、日本の競売制度において通常の落札予想価格を大きく上回る金額を提示することで、他の追随を許さない圧倒的な資金力を保持しています。5199万円という基準価格に対して 1.6 倍近い金額を、それも8という特定の文化圏を象徴する数字で埋め尽くして提示する行為は、日本のヤクザという既存の支配体系に対し、海外資本が経済的暴力をもって上書きを宣言したに等しいと言えます。7、共有持ち分。
これに対し工藤会の物件が1079万円まで価格を下げても買い手がつかないのは、物件のスペック以上に共有持ち分2分の1という数字の呪縛が重くのしかかっているためです。残りの半分を誰が持っているのか不透明であり、かつて市民を襲撃した組織の影がちらつく土地をわずか1000万円程度の利益のためにリスクを冒して買うものは国内には存在しません。8、終焉の形2つ。工藤会の分析で示した1億6000万円を超える賠償確定額という負けの数字と、神戸の邸宅に投じられた8000万円超という攻めの数字。この対照的な状況は日本の暴力団が自戒する過程でその遺産が誰にも触れられない廃墟になるか、あるいは海外勢力による新たな拠点に塗り替えられるかという2つの極端な終焉の形を浮き彫りにしています。結局のところ、工藤会が野村被告の引退を受け入れた背景にあるのは、こうした資産の流動性が完全に失われ、組織を維持するためのキャッシュフローが断絶したという冷徹な経営破綻の数字なのです。いかがでしたか？この動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。